こんにちは、チワワ多頭飼い、関西ママです。お迎えする前に知ってほしい歴史や、性格病気などについて話をしていきますが、なぜお迎え前に知ってほしいかというとチワワは、殺処分されてしまう犬種の上位に食い込む犬種でもあるからです。一緒に暮らせなくなった理由は、各家庭によって様々だと思いますが、なるべくお迎え前に、チワワの特性をご確認ください。それでは解説していきます。9世紀頃に、メキシコの先住民が飼育していた毛、父が祖先だと言われています。現在のチワワより少し大きめです。その頃のチワワは悲しいことに、番犬や家畜として飼われていた犬種で、食料や生贄となっていました。人間と一緒に埋葬されていることもあったようです。そして本格的にブリーディングを始めたのは、原産国のメキシコではなく16世紀のアメリカです。その頃メキシコは、戦争が始まって降りて乳の頭数が減少したので、種の保存としてアメリカに渡りました。で、乳をブリーディングしていく中で、ポメラニアンパピオンなど様々な犬種と掛け合わされて、乳は絶滅し、メキシコのチワワ州から来た犬ということで新しく、チワワと命名されました。世界最小の小型犬ということもあり、日本のお家やマンションでも一緒に暮らしやすく現在は日本で第2位という人気を誇っています。チワワの特徴。チワワは愛玩犬として分類されています。家族に対して献身的で愛情深い犬種です。お膝の上が大好きな甘えん坊なところもチワワの可愛いところです。その一方で、もともと番犬だったことと小さい体を守るために警戒心がとっても強くって用心深いです。かなり甲高い声で吠えます。可愛らしい体で一生懸命に鳴く姿は可愛らしいですがしつけに悩む飼い主さんも少なくありません。小さいからマンションでも飼えると聞いていたのに近所迷惑になるほど泣いてしまってマンションじゃ飼えないということもあります。しつけをおろそかにしてしまうと一緒に暮らしていくには大変な一面もあります。チワワは犬の中でも年間治療費が安い犬種です。平均年間診療費は0歳から12歳で58,875円かかっています。意外と高いと思いましたか。犬全体平均70,683円。チワワのなりやすい病気、プログレッシブレチナールアトロフィーとも呼ばれ網膜が徐々に薄くなり、最終的に失明する目疾患です。発症年齢が6歳と若いので、景色を楽しんでお散歩するということができなくなります。これは遺伝病なので遺伝子検査を行えば実は迎える前にわかります。その子や親がこの遺伝子を持っているかは、ブリーダーやペットショップに確認してみてください。遺伝病と向き合い検査を行っているブリーダーさんが、まだまだ少数派です劣性遺伝子なので遺伝上は、片親がクリアであれば、子は発症しません。父親が、実は違ったなんていう血統書の偽装や、交配の偽装は、ブリーダー業界ではよくある話なので両親検査をしていると、より安心です。膝のお皿が外れてしまっている症状です。命に別状はありませんが、膝関節を伸ばせなくなります。遺伝性の場合もありますし、後天的な場合もあります。パゲラのグレードは4つに分かれているのでより症状が重くならないようにお迎えする場合は飼い主さんがしっかり対策することが大切です。対応方法としては、歩く時の負担がかからないようにの2種類がおすすめです。対策なしと対策ありでは治療費に大きく差が出ることが分かっているので日常の手間がかからないマットは最低限ご準備いただきたい一品です。水頭症や転換などの病気です。どちらも動きがおかしい。痙攣帯を触ると痛がる。特に首足がもつれる。まっすぐ歩けないなどの症状が出ます。予防法はありませんが、生まれつきの病気や若い年齢で症状が出やすく、命に関わる病気です。お迎えするときには、動きがおかしくないか兄弟犬と体格差がないか比較するのもありです。心臓病は小型犬の宿命とも言われるほどメジャーな病気です。多くの小型犬が心臓病によって命を落としますが、その中でも発症率が高いのが、僧帽弁閉鎖不全症僧帽弁へ。胃鎖不全症、心臓の血液を送り出すために、開いたり閉じたりする機能を持つ弁が何らかの原因で、閉鎖不全が生じるために起こる病気です。症状としては、ぜーという咳が出るので、見逃さないように注意しましょう。あとは、病院で検査をすればわかります。年に一度は、検査をしましょう。いかがでしたか。チワワちゃんはとっても愛くるしい犬種で、お顔つきも、ブリーダーさんによって全く違います。そこがチワワの魅力でもあるので、ぜひ気になるお顔のチワワちゃんを見つけてみてください。ご視聴ありがとうございました。